皆さんこんにちぬ。なんとこの御礼企画、ハラミちゃんご本人がファンクラブ配信でお話しくださったそうです。もう本当にびっくり。ハラミちゃん、スタッフ K さん、関係者の皆様、心よりありがとうございます。嬉しい優しいサプライズ、コメント欄でお米さんたちから教えていただきました。奇跡、良好、恵みの雨。編集担当レイモンドはびっくりしすぎて借りてきた猫状態。猫借りたことないんですけれど、普段2回先くらいを撮っているもので、秋口までにはぜひ嬉しい恥ずかし感謝の回をアップしたいと思っています。それでは引き続きハラミちゃんにご紹介いただくなんて夢にも思っていなかった私をご覧ください。編集もサプライズ前に済んでいたそうです。人は才能×努力×環境で成功できるかどうかが決まる。この式のポイントは足し算じゃなくて掛け算。何かがうまくいかないときはダメな自分を責める前に。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日はアナザーストーリーズハラミちゃんご本人の俯瞰編です。ハラミちゃん動画で初めてのバズりを経験させていただいた私。前々回から感謝の気持ちの御礼企画、演奏以外のアナザーストーリーズハラミちゃんを3つの視点からお話ししています。第1の視点は身近で支える編集担当 K さん。第2の視点は幼少期からハラミちゃんの思いを大切にされているお母様。数々の幸運もベースにあるのは小学3年生のハラミちゃんの夢というお話をしました。今日は第3の視点。アナザーストーリーズハラミちゃんの最後、第3の視点はハラミちゃんご自身。ハラミちゃんの俯瞰の視点、メタ認知。ハラミちゃんって自己分析力がすごいんです。クラシックピアノの世界では思うような結果は出せなかったハラミちゃんでしたが、コンクールで技術を競う世界からライブや動画で楽しむ世界へと環境を変えてみたことで全てが変わった。新しい場所には自分の音楽を求めてくれる人はたくさんいた。人は才能×努力×環境で成功できるかどうかが決まる。この式のポイントは足し算じゃなくて掛け算ということ。つまりどれか一つでもゼロだったら全てがゼロになってしまう。才能には生まれつきの部分もあるし、努力には限界がある。だから自分ですぐに変えてみることができるのは環境、自己分析。うまくいかないのは才能や努力が足りないからじゃないと言い、環境を変えてみるのも一つの手とアドバイス。時々努力すれば夢は叶うって夢を実現した人が言いますが、ハラミちゃんは一味異なるメッセージです。私の場合は音楽の世界を離れて IT 企業に就職したことがスタートだったのかもしれません。会社でたまたま仲良くなったスタッフ K さんが YouTube に興味を持っていたこと、動画撮影や編集の技術もあったことなどがハラミちゃん動画の配信につながりました。何かがうまくいかないときはダメな自分を責める前に環境を見直してみてもいいのかなと思います。環境がゼロだったら芽が出ないと言いつつも、燃え尽きちゃった IT 企業への就職もそれがなければ K さんに出会えず、ハラミちゃんは生まれていなかったなど、自己分析が素晴らしい。情熱的な演奏とは対照的に理性的な自己分析。音大から一般企業への就職活動や燃え尽き症候群後の引きこもりの時期によくよく自分と向き合っていたそうですが、そういった時間もとっても有意義なことと教えてくれています。結論として無駄な経験なんて一つもない。
年を取ってくるとそう思うことがよくあります。先ほどの環境には場所だけでなく時期もあるんですよね。種をまく場所、適した時期、苦しかったことも遠回りしたことも私にとっては必要な経験だったんだと思います。応援したくなりますね。お米さんにはストリートピアノを弾いているハラミちゃんが好きって言ってくれる人が多い。お米さんは手を伸ばせば届く距離でピアノを弾いたり、聞きに来てくれた人とおしゃべりしたりする私を見てくれています。ピアノの演奏だけじゃなく、ストリートピアノの動画を通して伝わる私の人としての部分まで含めて受け入れ、応援してくれるんだと思います。動画撮影って自分を見返せますね。メタ認知に効果的かもしれませんね。ハラミちゃんの会話は即興のピアノメドレーのように、次の展開を考えつつ間を空けないスタイル。YouTube を発信している私も最近気づいたことや以前から考えていたことを楽しくお伝えするにはどうしたらと苦心することもありますが、編集担当レイモンドが以前にハラミちゃんと同様のことを言ったことがあります。私がおしゃべりする内容だけでなく、その向こうに透けて見える人としての部分が大事とご自身も気づかれていたように、ハラミちゃんの演奏の向こう側の人としての部分によしとかいいねとか好きってなるんですよね。私のお話も合わなかったりするテーマってあると思うのですが、孫世代皆様を少しでも応援できたらという初心を忘れずにやっていこうと思いました。スペシャルサンクス to ハラミちゃん。私のハラミちゃんパリを行く公開から2ヶ月、7月21日時点で再生回数は約4万1000回。当初からこのチャンネルを訪れてくださる皆様に感謝。心優しいお米さんにも感謝です。私にとっては思いもかけないライスシャワーとなりました。大谷翔平選手ってもしや本当にエイリアン？付録レビューは前回に引き続きディズニープリンセスミニ2022年6月号の付録で、表紙は本田仁美さん。ミルクフェド×ディズニープリンセスのマルシェバッグ、名刺字が大きくプリントされ、心豊かな気分に。大きな内ポケットにファスナーがあり、そこを開けると保冷仕様、常温スペースと分けて使える2層式。太めのしっかりストラップで肩掛けも楽々。バッグの内側についたバンドでコンパクトになるのも優秀です。自然な色、大きなお顔、ど真ん中にオーロラ姫、アリエルに白雪姫。こちらも大きいプリンセス。こっちはシンデレラ、ベルにジャスミン。自分らしさで現代のプリンセスとなったハラミちゃんの会にふさわしいマルシェバッグでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではでは。